前回までのあらすじ。今回、ご覧の通りポンプが水を引き上げます。再び水に入れると水の供給が中断されます。我が輩はずんだもんである。名前はまだない。だから今名乗ったのはなんだ？俺はミコトだ。花友千冬です。そして今日は二人とも水泳部の練習を覗き見に来たんですね。俺の生きがいなんだからな。我が輩は普通にミコトが何をしているか見ていただけである。毎日こんな日々が繰り返すから怒りも感じられませんね。ちょうどいいですね、ずんだもんさん。私の少女力を高めるために協力お願いします。少女力ってなんだ？少女力を高めるためには植物を育てることも重要だと書かれてあります。カイワレ大根なんか育てているセブンのやつのように。しかしあいつは少女って言うには少し年上だな。ひどい。今なんか空の叫びが、まあそんなことよりですね。植物を育てるためにずんだもんさんからエンドウの種を得ました。あ、それを育てる気か？はい。しかし少女らしく、自動化植物生産機器を作ってみましょう。これが今朝作った植物生産機です。複雑に見えるけどとても簡単な仕組みです。まず土壌湿度検出器を通じて土壌の湿度を検出し、それに応じてこの DC ポンプが水を供給します。簡単な仕組みにしては今までの電線の中一番汚いのだ。基本的に自動化装置は直接コントロールする機械より複雑なのです。では実験してみましょう。今水に入っているこのセンサーを取り出すと、ご覧の通りポンプが水を引き上げます。再び水に入れると水の供給が中断されます。つまり、センサーが乾燥を感知した状態では水の供給を開始し、水分を感知した状態では供給を中断するということです。すべてのプロセスを一気に見てみましょう。ポンプが動きを止めたのだ。あのポンプ、結構長い時間が経ったのによく動いているな。はい、こうして。作動に問題はなさそうだし、実践テストに行きましょう。あれが種が埋められた土です。まだ土に水分が足りないので水が引き続き供給されております。ご覧の通り水分が供給しつつ水の供給量が変わります。これいつまで続くのか？そりゃもちろん水が十分に供給されるまでです。待ってられない。ちょっと先輩。ほら、最初は十分に湿らせておけば乾いた時だけ稼働するから電力も節約できるよ。それはそうですが、再び稼働させてみろ。センサーを再び引き出せばよい。ほら。とにかく起動自体はうまくできるみたいですね。これを応用すると、金魚漁港の水位調節やナメクジなどを育てる時の湿度調節に使用できます。千冬、万が一を備えと言うけど、この装置で水に触れて良い部分は、土壌湿度センサーのこの部位だけだ。わかるか？特に、このボードの部分に水が触れると壊れるから気をつけなければならない。そんなこと知っていますよ。この少女力を高めようって本にも書かれております。一体、少女力の正体って何なんだ？